前回木の陰影の付け方をご紹介しましたので、それを使って風景を描いていきたいと思います。はい、では下書きができましたので、16等分の線を消していきます。円形から塗っていきたいと思いますので、空を塗った後、円形の木を塗ります。円形の木の色はこちらのサップグリーンにウルトラマリンライトを足した色で塗っていきたいと思います。使う筆はこちらの丸筆の8号とこちらの平筆の8号を使っていきます。今回は木材パルプの紙を使っていきますので、水は引かずに直接描いていきます。セルリアンブルーです。少しコバルトブルーも足して空の色を変化させます。では円形です。サップグリーンとウルトラマリンライトの方を足します。では暗い色を塗っていきます。ではシャドーグリーンを足します。こちらのシャドーグリーン、単色でこのまま塗ってもいいんですが、使っている緑に混ぜると自然な暗さになりますので、これをここに混ぜて塗っていきますね。明るい部分、光が当たる部分残して暗い色を下の方に入れていきます。はい、ではこちらの芝生の部分を塗っていきます。芝生は、2段階に分けたいなと思いますので、まず芝生の手前をサップグリーンで塗ります。ここに途中から後ろに下げたいのでイエローカーを足していきます。サップグリーンがこちらですね。こちらがサップグリーンです。それからイエローカーを足すとこちらになります。手前がこちら、奥がこちらになりますね。ではサップグリーンを直接塗ります。サップグリーンにイエローカーを足して色を渋くして遠くに塗ります。遠くの方に枯れ木の足の色が見えるので、これはイエローカーそのまま塗ってしまいます。少しサップグリーンをこの辺にちょっと濃く効かせますね。こちらの地面の色は基本はこちらのイエローカーですね。イエローカーをサップグリーンに足した色で塗って、手前にやはりちょっと手前を出すためにサップグリーンを足します。ここと基本は同じですね。はい、ではサップグリーンとここに今先ほどこちらで使ったイエローカーを足した色がありますので、これを塗ります。影の部分は無視してしまって塗ります。はい、ここに手前少し目立たせたいのでサップグリーンを少しちょっとにじませます。はい、では道ですね。この道の色を塗っていきます。道路の色は、こちらウルトラマリンとバーントアンバーを
足してグレーを作った色ですね。これを少し変化させて使いたいと思います。では、ウルトラマリンディープですね。それとバーントアンバーです。少し茶色を多めにして、でこのまま塗ってしまうとこのような今色になってますので、ちょっと薄めて塗ります。一応光が当たってるんですね。では次にここのツツジの葉の色ですね。こちらとここの、光が当たって綺麗な植え込みをツツジの葉はこちらのですね、サップグリーンとパーマネントグリーンナンバーワンを混ぜたこちらの色で塗っていきます。明るい面はこちらに黄色を入れたいと思います。まずパーマネントグリーンナンバーワンとサップグリーンですね。パーマネントグリーンナンバーワンを多めにすると鮮やかな色ができます。では先にこちらの、これが基本の色として、こちらに明るいこれを明るくしたいのでパーマネントイエローレモンを入れます。では点々塗りをしていきます。こちら、ここがツツジのお花がありますので避けます。葉に陰影をつける動画で、ご紹介しましたが、この明るい点々ですね、明るい色は暗い方にも入れてしまいます。遠くの方は、面で全部塗ってしまいます。ではこちらの一番鮮やかな色ですね、これを入れます。今塗った色を潰さないようにですね、にじませる感じで入れていきます。遠くの方には入れません。次に暗い色です。今使っているこちらの色に、シャドーグリーンを足します。足した方が自然な色ができますので、この色に足していきます。そして暗いところだけですね。まずこの下の方ですに少し入れます。それから脇です。こちら側は非常に暗いので、影の面になりますので、ここに入れていきます。特にここの角ですねは真っ黒になってます。ではこちらの手前の葉を塗っていきます。こちらは基本はサップグリーンにしたいと思います。まずサップグリーンにイエローを足して明るい色を作ります。こちらを点々で塗っていきます。こちらも、前回アップした葉の陰影の描き方で細かく説明していますので、そちらをご覧ください。サップグリーンです。こちら2番目にサップグリーンだけを塗ります。シャドーグリーンを出します。
一つの塊がこんな感じになってまして、これを、この辺にも、この塊をこの辺にも入れます。筆の方ですね、筆を立てるようにすると細かくなって、寝かせると大きくなります。この木が、枝がですね非常に丸見えになってますので、ちょっとこの辺に自然に葉を入れます。でこの時にこちらに使った筋に使ったパーマネントグリーンナンバー1の混色でやっていきたいと思います。パーマネントグリーンナンバー1を使うと色が鮮やかになります。2番目の鮮やかな色のサップグリーンだけを塗っています。一つ一つの塊で塗らずにですね、まとめて塗ってしまっています。シャドウグリーンを塗ります。ではですね、手前の葉を塗りました。後ろの葉がですね、ここに見えています。色は同じですね。サップグリーンと黄色を混ぜた色を最初に塗って、次にサップグリーンです。でシャドウグリーンですね。奥の木ですね、この手前の木以外の後ろの木は一つ一つを考えずにですね、まとめて大きな塊で塗ります。光がこちら側から当たっていますので、こちらですね、太陽がここにあります。こんな風になりますね。こっちからこの一つの塊が今これになってるんですけども、遠くの木はこの丸ごと全部がこれで一つで考えるという風にしてください。ここにこう幹があるわけですね。こんな風な感じになります。これを今ここに入れました。ではですね、ここにも葉がありますので、これを塗っていきます。これは黄色とサップグリーンで塗ります。明るいところですね。こういうところはドライブラシという、技法を使うと綺麗にあまり点々で手を動かさなくてもさささっと簡単にできるんですが、今日はちょっと点々で塗っていきますね。サップグリーンです。一応こちらからのね、光を意識はしています。ただこう影とかが上の葉の影になって下が上の面が暗くなったりしていますので、そこはちょっと柔軟に見ていってください。では、シャドウグリーンです。ではですね、次はこちらの植え込みの影、ここの面を塗っていきます。
こちらも今サップグリーンと黄色で塗ってますので、ここの色と同じでですね、サップグリーンを塗ります。少し点々にしてみます。そしてシャドウグリーンです。ここが全面真っ暗になって分かりづらいんですが、下の方にですね暗い色がありますので、ここに暗い色を入れていきます。それからここがちょっと暗い面があるので、ここに遠くの明るい色がありますので、ここはこの辺にあるサップグリーンと黄色を混ぜた色にイエローカーを足して渋くして遠くに塗っていきますね。少し明るくて、あとここに遠くの木があります。これも、この辺にある色でまとめて塗ってしまいます。まず最初黄色とサップが入ってるですね。これで、さっき書いたこんな感じで塗ります。で、点々にはかなり小さく、こちらよりも遠くにある木ですので点々にはせずですね、面で塗ってしまいます。まとめて塗ります。そしてサップグリーンですね。サップグリーンにちょっとイエローカーを足して渋くしてあげてください。これを半分塗ってシャドウグリーンを足して影をつけます。こちらに落ちている、ね、影を塗っていきたいと思います。ではちょっと確認していきますね。こちらが、今ここに段差があるんですが、ここにこの辺かな、この辺に影が落ちます。これはここがミッキーで、ここにもあって、この辺にも影があります。それからここにも影が落ちますね。それからこの植え込みの影がここからこんな風に落ちます。では影をつけます。影の色はウルトラマリンディープとバーンとアンバーを混ぜてまず暗い色を作ります。では少し茶色が多めのこんな色ですね。ではこれを塗っていきます。では影が塗れました。次に幹を塗っていきます。幹はイエローカーで明るい面を下塗りします。写真を見ると真っ黒なんですが、ちゃんと陰影をつけていきます。次に枝ですね。ちょっと目丸い、先ほど申しましたが、ちょっとここが丸見えですので隠しますね。ちょっと隠し目で塗ります。
次に、バーントアンバーとウルトラマリンディープ影をつけます。ちょっとここが濡れてますので先に枝を入れてしまいます。今この丸筆でやっていますが、細い筆でやっていただいて、こちらのね細い筆使っていただいて結構です。こちらの丸筆、セーブル筆なんですが、先端が非常に細いんですね。ですのでこれで書けてしまいますので、今日はちょっとこれの8号だと細いんですよね。なのでこれで書いてしまいます。はい、ではだいたい枝ができました。このタイルの色を今真っ白に抜いてますので、ここにも少しだけ色をつけます。この暗い色にですねイエローカーを足して、少し渋めのイエローカーですねにして薄くします。これを塗っていきます。可愛いですね。ここから見えますので、ちょっとこちら、左を向いてる面と上を向いてる面と分かれてますので、ちょっと上の方を今光がこっちから左から来てますので、こっち側を少しだけ暗くします。ちょっと色を濃くですねしますね。はい、ではここに花がありますので、お花も塗っていきます。こちらです。オペラ派手ですので、このオペラにローズマダーをちょっと足してみます。色が落ち着きますので、ローズマダーを足した色を、これローズマダーじゃなくてもクリムソンリーキでも結構です。これをちょっと足して落ち着かせて、なんとなく点々で入れていきますね。あとこの木を忘れてました。ここに幹ですね。では、全体的に出来上がりました。では今一つ一つを区切って書いてますので、最後に、暗い色でですね全体を締めていきます。足りない影など、結構ありますので、それもこの時点で足していきたいと思います。では、こちらの平筆を使います。これちょっと今8号なんですが、もう少し小さい平筆でも結構です。これで描いていきます。まず、最後の暗い色は一番この絵の中の暗い色を作りたいので、バーントアンバーとウルトラマリンですね。ウルトラマリンはディープを使います。はい、では真っ黒の色ができましたので、これで塗っていきます。この暗さが足りませんね。結構暗いので上から塗っていきます。このツツジのところにも影が落ちていたので、こうできます。それからこれが縁石の、脇の面ですね。これが曖昧になってますので、ここを入れていきます。
クが乾くとどうしても薄くなりますので、暗い色がね、薄くなってしまうんですね。ですので影の色をあと最後に足すという感じでいいと思います。葉もですね、結構暗く塗ったんですが、乾くと薄くなってしまうので、これを塗っていきます。それから今日はこの隙間、空が見えてるんですが、空のこの隙間からですね、後ろの葉の影など見えてますので、その辺もちょっと入れていきます。ちょっとこの最後に花びらをですね、ここら辺に花が落ちてますので、ちょっと花を落とします。はい、では完成です。